in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。そしたらね、シャワールームというかマルチルームね、バラしていきます。これ今このランドリーハンガー、なんて言うんですか、ランドリーワイヤーですか。これもとりあえずね、この中を全部防水加工していくので外します。一旦ね、また防水加工が終わったら付け直しますけどね。で、これはあれ、うわ、ドライバーが入らへんよ。これ上からのネジですわ。これぐらいのドライバーやったら入るかな。ちょっとこれでなんとか。これネジの頭が小さすぎて回らへん。このビットだけでいきましょうか。回せました。もう最初からこのビットだけでいけば取りに行かずに済んだのに。よいしょ。これはちょっとなんか袋かなんかに入れとかんとなくしそうですね。晴れてんのに雨が降ってきたで。はい、そしたらこのねエアコンのダクトになってる部分のカバーを外していきます。このダクトでね、車のエアコンの空気を後ろに送るようになってます。マジで？しまった。こう外さなあかんのか。側面のね窓を塞いでるこのパネルを外さないと上の棚が取れないことが発覚しました。ネジがねちょうどこのパネルにかぶさっててね、ドライバーを入れることができませんでした。ちょっとここに開けました。ネジがね、なんとこんなところにネジがありました。よいしょ。これでこっちは閉めても大丈夫なの？閉めたらあかんのか。こっちが取れへんのか。はい、じゃあこっちの棚もね外していきます。さすがにねマルチルームの中なんで金のままでは具合悪いのでね、これも一旦外して防水してから付け直すことにします。はい、なんとか取れましたね。これ後から通した電線ね、やっぱりこのダクトの下回ってましたね。まあここ開けた時に直そうと思ってね適当に入れてたんでちょうど良かったです。
はい。ここの板をね、ちょっと一旦外したいんでね、ここ切りましょうか。さっき上のダクトを外すときに浮かしたこの窓側のパネルね、これをちょっと一旦外したいんですけども、シャワーの水栓がついててね、その先に止水栓が刺さったままになってるんですね、まだね。その止水栓がね、パネルの穴より大きくてね、取れないんで、止水栓の先のね、太いところをマルチツールで飛ばしています。はい。これカットしました。これを外れました。それと、ここですね。この扉の下の枠の部分。これ、外に水が漏れてこないように加工するためにね、一旦外します。ここね、この下はね、これちょっと奥行きを短くして、で、ドアの内側はもう下に水滴がね、落ちるようにしようかなと思ってます。そうやないと、これね、表側に水が出てきたら困るんでね。はい、とりあえず、シャワールーム内の防水に邪魔になるとこ外しました。外したダクトと棚。これね、全面 FRP のね、樹脂で固めていきます。まずはね、ノンパラフィンの樹脂を塗ってます。作業部屋の中です。外した棚。はい、これも、FRP の樹脂をね、塗って、防水加工しました。あと表面をね、ちょっと磨かないとガタガタなってるんで、このままではあれなんですけど、とりあえずね、水染み込まないようになるかなと思っております。はい、そしたらね、ちょっと表面やっていきます。はい、FRP の樹脂がね、乾いたんで、表面をきれいに整えていきます。そしてね、この上に白のトップコートを塗ろうと思ってます。だいたいもう、ツルツルになりましたね。こっちは問題ない。こっちはね、ちょっとだいぶ垂れてたんで、まあ、もうツルツル。ちょっと裏がデコボコなとこがあるかな。裏の板がついたままやな。まあ、まだちょっとね、完全に乾いてないから、ここが、もうダメになっちゃいますね。もうダメですね、このサンドペーパー。こっちのね、棚の方はもう、だいぶ乾きましたね。これもね、大丈夫ですね。いい感じです。これ、ノンパラなんでね、表面がちょっとネトネトします。まあでも、もう全然ね、
手につくあれもないですし。さあ、そしたらちょっとトップコートってやつをね、塗ってみようかなと思ってます。そしたらね、パテ入れていきます。穴開いてるとこね。これ、アルミ箔が、ボロボロになっちゃって。こういうとこね。これはね、紫外線効果パテ。紫外線を当てると固まるパテですね。そしたらこれちょっと紫外線に当てときましょう。まあとりあえずね、太陽光の下にさらしておきます。こっちも塗っといた方が良さそうな穴がありますね。こっちのダクトの部分もネジ打ってへこんでる部分とかね、パテ入れときます。そしてヘラでね、表面をきれいに整えとけば、もうあとは紫外線を当てるだけでね、透過してくれるのでね、すぐ次の作業にかかれるのがいいですよね。はい、塗れました。そしたら紫外線ライト当てます。紫外線効果パテ。棚の方はね、外で今太陽光に当ててます。もう、この紫外線効果パテ便利でいいですよね。次の作業があるので、すぐ固めたい時に、もう数十秒で固まるらしいので、こうやってね、すぐ固めることができるんで、めちゃめちゃ便利です。はい、もうだいたい固まったかな。トップコートってごっつい硬いんですね。スチレンものまで薄めたんですけど、まだ硬い。透過剤を先に混ぜちゃったのがいけないのかもしれないですね。大抵薄めるときは先に薄めてよく混ぜておいてから最後に硬化剤入れますもんね。その影響かもしれないですが、まあとりあえず塗っていきます。はい、そしたらダクトの方も塗っていきます。ダクトの方も内側もねちゃんと塗っときます。下地にねノンパラを塗ってるので、トップコートで上塗りしないと表面がねネチョネチョのままなんですよね。塗り残しがないようにね全面塗っていきます。あかん、はよ塗らな、固まってきた。早いね固まるの。そしたらね、トップコートね、2回ずつぐらい塗りました。乾かしときましょう。
なかなか表面ツルツルに塗るのは難しいですね、このトップコートってやつはね。これね、この前トップコートを塗りました。そしたらね、トップコート結構粘度が高いので、薄めてみたんですけど、なかなか綺麗には乗らないですね。で、ノンパラフィンの FRP 樹脂を下に塗ったので、表面がネタネタしたままだったんでね、これトップコートを塗ることによって、もうそれが乾燥してサラサラになるということでね、とりあえず、中とか塗る必要なかったんですけど、そのネタネタ感が残ったままだと嫌なので、中もとりあえず全部塗りました。それでね、結構デコボコだったので、中削ってみたんですよ。これでね。で、削るとこんな感じになるんで、塗装としてはね、もっと分厚くしないとダメなのかなと思ってます。これ、トップコート、ガンで拭くみたいにね、綺麗に塗れれば一番いいんですけどね。綺麗に塗ろうと思ったら、どうやって塗ったらいいんですかね。船のボディなんかも、このトップコートってやつを使ってるんだと思うんですけど、どうしたもんなんですかね。表面の方も一応削っていきたいと思います。ここはね、棚の表面、前面の見えるとこになるんでね、この辺はちょっと綺麗に仕上げたいですよね。ツルツルになるまで磨いていきます。表面はツルツルにはなるんですよね、磨いたらね。もうちょい磨いた方が良さそうですね。これあれですね、トップコートが乾くと匂いもだいぶ抑えられますね。やっぱり表面がノンパラのやつ塗ると表面が完全に乾かない感じなので、それで匂いがずっと出るんですかね。とりあえずは塗ってよかったんですかね。でもちょっと塗装がね、やっぱり綺麗じゃないので、これ本当どうしようかな。なんか考えないとダメですよね。スプレーガンでペンキ塗りますか。トップコート結構柔らかいんですかね。削りやすいけどね。サンダーかけるとね、結構綺麗になります。一応ね、めちゃめちゃツルツルにはなります。ここは棚の下の部分ですね。ここもね、見える部分になるんでね、綺麗に磨いときます。これ、あれかな、丸い方でやった方がええんかな。丸いやつ取ってこようか。丸いの取ってきました。回転するサンダーね、回転する方がなんか平らになるのかなと思って。で、ツルツル。いいね。こっちの端っこ、ちょっと。これでどうするかな、トップコート。めちゃめちゃツルツルにはなりました。ただ、このままね、つけるわけにもいかんし。どうするかな。塗装かな。トップコート塗るの難しいしな。中はね、もう蓋しちゃったら見えないんでどうでもいいんですけど、外ですよね。ちょっとやっぱり綺麗にしてからつけたいですよね。もうちょっと磨いていきますか。
棚の方はね磨いてツルツルになったんで、今度はダクトの方ね、ダクトの方も見えるところはツルツルになるようにしっかり磨いておきたいと思います。はい。これでね、表面はツルツルになりました。明日塗っていきます。はい、結局ね考えた末にペンキ塗ることにしました。スプレーガンでねペンキ拭いていきます。もうペンキの塗装はねこのバスを買った時からもう散々やってきたんでね、と言ってもねまだ下手くそは下手くそなんですけど、だいぶねうまく塗れるようになってきました。もう一番ひどかったのがバスを全塗装した時ですよね。スプレーガンを初めて手にして作業をしたのがバスの全塗装ですからね。どうですか？まあまあ綺麗に塗れたんじゃないですか？もうまた虫が。これこれ。虫、服でない。もうまた塗らなあかんやん、ここ。虫の足跡がついちゃいました。もうペンキがなくなりました。ちょうどやね。よかった。はい、ダクトとね棚の方ペンキも乾いてねツルツルに仕上げることができました。まあまあいい出来じゃないでしょうかね。そしたらね、あとこれをマルチルームの方に戻していくんですけど、マルチルームの方ね今並行してシャワーパンの作業とかね中の防水作業やってますんでね、またそれができたらこれを取り付けていきたいと思います。ということで今日の動画はこの辺にしたいと思います。それではまた次の動画をお楽しみに。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。